これは投稿者がアルバイト先の友人と2人で心霊スポットに肝試しに行った際に撮影した映像である。場所は深夜の公園であり、映像はビデオカメラのナイトモードで記録されている。しかしこの映像の撮影後に不可解な現象が起こったというのだが、投稿されてきたビデオテープにはぜひ話を聞いてほしいという幾分差し迫った調子の手紙が同封されていた。我々は投稿者と会ってみることにした。居酒屋でバイトをし始めまして、そこで一緒だったというやつがいるんですね。でそいつと飲みに行くことになりまして、コンビニでお酒を買い、あいつはなんか怖い本っていうんですか、あるじゃないですか、そういうやつを買って僕の家に来たんですね。飲みながらそういう本を読みながら盛り上がってたんですけど、僕はあんまりそういうの好きじゃなかったんですけど、あいつがすごい好きで、家の近くにある有名な心霊スポット、廃墟があるっていう心霊スポットがありまして、そこに行こうっていう話になって、僕が買ったばっかりのビデオカメラを持って、あいつがデジカメを持って行ったんですけど、行ったら行ったでそこが大きな公園になってまして、すごいあいつが俺に文句ばっかり言いながら、帰ろうとしてたんですけど、その公園からはあいつの家の方が近くて、あいつの家に行こうっていう流れになりまして、あいつの家に着くあたりぐらいから急にあいつが無言になりだして、何も喋らなくなって、僕が何を言っても本当に上の空っていう感じで、あいつが横になってしまって、何もすることもなく僕はお酒をちょこっと飲みながらテレビを見たりしてたら、急にお腹が痛くなってトイレ駆け込んだんです。急にチャイムが鳴ったんですね。最初は彼女かなって思ったんです。彼女がいることは聞いてたので、本当でもそれも夜中の2時頃だったんですけど、玄関のドアの方に歩く音はしたんです。でそれから多少何分か静かだったんですけど、そしたら急にが大きな声で、そういうことから始まったんだって言ったんです。玄関のドアが開いて閉じる音がしたんですね。何分かして僕が部屋の中に戻った時に、あいつはいなかったんです。結局朝まで戻ってこずに、連絡を何回もしても繋がらなくて、僕もその日の朝用事があって不安だったんですけど、鍵を開けて用事があったので出てったんです。その晩やっぱり不安になったので戻ってみたんですね。そしたら、鍵はかかってたんです。で携帯は繋がらないんですけど、今も実は繋がらないんですけど、安心してその時は去ったんですけど、結局バイト先にも現れなかったので連絡なしでもうクビになっちゃってるんですけど、あいつは。それからその晩家に帰って、その例の公園で撮ったビデオカメラの撮影をした映像を確認してたんですね。そしたらなんか変なノイズが入ってまして、何回かそれをスロー再生とかしてたら目が映ってたんです。でものすごく怖くなって投稿したんですけど。心霊スポットってどんな場所だったんですか？病院の廃墟なんですね。で行くたんびに本当幽霊が出るでものすごく有名なスポットで、僕が行った時はもう本当初めて行った時は行ったので、公園になっちゃってたので結局真相はよくわからないんですけど。さんは今どういう状況かわからない？全くわかんないんですよ。なんかバイト先のその共通した友人とかもういるんですけど、彼らも連絡が取れないらしくて、はい。
一回彼女がバイト先に来たんです。心配になって、僕はてっきり彼女といるもんだと思ってたんですけど、そういうことではなかったらしく、それで余計心配になっちゃって。バイトの採用の時とかに履歴書を出すじゃないですか。はい。例えばそれをバイト先の上司の人に頼んで実家の電話番号とか教えてもらうことはできないですか？できると思います。ちょっと聞いてみます。大丈夫ですか？かつて病院の廃墟があったという公園、そこを訪ねた後、そういうことから始まったんだという謎の言葉を残して消えた友人の宮前さん。そしてその場所で記録された映像に入った目に見えるノイズ、それらには一体どういった関連があるのだろうか。我々はとりあえずその公園を訪ねてみることにした。ここですね。ちょっと行ってみようか。はい。普通の公園ですね。廃墟とかはやっぱりない感じですそこは普通の広い公園だった。投稿者の言う通り、病院の廃墟はなく、およそ心霊スポットとは思えないような場所に見えた。我々は戻ってその公園について詳しく調べてみることにした。なんかいろいろ調べてみたんですけど、やっぱり前にあったみたいですね、廃墟。でももうなんか取り壊されたみたいで、昔は結構有名だったみたいです。なんか病院みたいです。結核病棟の廃墟。結核ですね。いつぐらいに取り壊されてる？なんか2000年に入ってからみたいですね。投稿者と友人の宮前さんが肝試しで訪れた場所には、かつて有名な結核病棟の廃墟が存在していたという。それから我々のところに投稿者の吉田さんから電話が来た。バイト先の店長さんにさんのこと事情を話して、で連絡先を教えてもらったみたいなんです。その実家の方に電話して、でお母さんが出られたらしくて、なんか今どういう状況なのかを聞いたら、なんか病気の療養中って言ってはったみたいで。病気？はい。それでなんかバイト先にも急に来なくなったっていう話をしたら、なんか謝られたみたいで、なんかはっきりと症状は説明してくれなかったみたいなんですけど、それで電話変わってほしいっていう風に言ったら、なんか落ち着いたらこちらからかけ直させますのでって言って、もうなんかすぐに切られちゃったみたいなんですけど。急に姿を消した宮前さんは、なんと実家で病気の療養中であるという。ひとまず安心した我々だったが、とりあえず宮前さんの恋人の女性に連絡を取ってみることにした。